なかなかですね、こういうメインの撮影で使うということが少なくなってしまったんですけれども、手間暇をかけまして撮影をして、あれ、撮影失敗してるっていうこともですね、映像を安定させようですとかというふうにいろいろ考えるわけですね。その考えというのは非常に撮影に関しては悪くないというふうに考えてるんですよね。はい、皆様こんにちは。本日はいいテクノロジー、いい 4K を使いまして元ブログの方をしていきたいと思います。このカメラ、使うのはかなり久々になりますね。普段はですね、かなり使ってはいるんですけれども、このようにしてですね、元ブログをしていたり、あと自転車の走行動画撮るときなどですね、広報用のカメラとして使っているんですね。いわゆるドラレコというものですけれども、そういう形で使っていることもありまして、なかなかですね、こういうメインの撮影で使うということが少なくなってしまったんですけれども、見ていただいた通りですね、そこそこ画角の広く撮れるカメラなんですよね。そして発色もですね、個人的にですけれども、好みなんですよね。そういうこともあって、ちょこちょことこういったようなメインで登場することもあるとは思うんですけれども、現在は広報用のカメラとしてですね、使っていると。でなぜ広報用のカメラとして使っているかというと、手ブレ補正がですね、4K 撮影時にはちょっと使えないカメラなんですよね。で、そのため現在はジャイロフローという撮影をした後にですね、ジャイロデータというものを使って補正を、手ブレ補正をかける専用のソフトウェアがあるんですけれども、そういう感じで現在手ブレ補正かけているんですよね。そうすると映像は安定しますので、なかなかメインとしてですね、登場しない理由としてはですね、もう一つあるんですけれども、撮影開始するですね、手順といいますか、手間が結構かかるんですよね。そのためですね、かなり面倒な手順を踏んで撮影をしておりますので、そして撮影をした後も映像を編集するのに非常に手間がかかるということで、なかなかこちらのカメラの方、メインとしての撮影では使っていないんですよね。実はそういったですね、手間暇をかけまして撮影をして帰宅してみたらですね、あれ、ちょっと撮影失敗してるっていうこともですね、たびたびあるんですよね。そうすると手間暇かけて撮影したにもかかわらず動画が1本撮れなくなっていると、ボツになってしまったということになることも、少なくないんですよね。手間というのはですね、普通に現在ネックマウントで取り付けて撮影しておりますけれども、普通のアクションカメラでしたらそれで OK なんですね。ただ先ほども言いました通り、ジャイロフローというですね、手ブレ補正専用のソフトウェアを使うためには、ジャイロデータというものを取得しなければならないんですけれども、そのジャイロデータは E4K では取得できないんですね。じゃあ何で取得するかと言いますと、現在使っているのはドローン用のカメラを同時に撮影してですね、そちらのカメラで取得いたしましたジャイロデータを使ってジャイロフローに、手ブレ補正用のデータとして使うということなんですけれども、そしてもう一つですね、手間というのは音声になるんですが、こちら E4K 外部マイク対応になっていないんですよね。外部マイク対応になっていない場合は、
音声別撮りで撮影をするんですけれども、そしてジャイロフローで手ブレ補正をかけた映像を出力してですね、その出力するのにも非常に時間がかかると。で、出力された動画を、動画編集ソフトで、音声別撮りで撮りましたものを音合わせしてですね、編集いたしまして、で編集したものをもう一度出力をすると。そして出来上がったのが現在見ていただいている動画になるんですけれども、非常に手間のかかるカメラではあるんですけれども、普通にですね 2.7K にいたしますと手ブレ補正の方は使えるんですけれども、ただ 2.7K と 4K では解像度が大きく異なりますので、やはり 4K で撮影した映像が私はお気に入りということなので 4K で撮りたい。そうすると手ブレ補正が使えない。じゃあどうするかというふうにして、出来上がった流れというのが先ほど申し上げた手間のかかる流れなんですよね。いや普通のアクションカメラでじゃあ撮ればいいじゃないかというふうに思うかもしれないんですけれども、やっぱり、GoPro ですとか DJI で撮影した方が映像はそもそもが安定しておりますし、すぐ編集作業できる状態になってますので、そっちの方がいいっちゃいいんですよね。ただ、手間暇をかけるのも、私個人としては悪くないなというふうに思っております。というのはですね、例えば、普通の人はやっぱり、いや、そこまでするんだったら GoPro を使おうよと、DJI 使おうよというふうになると思うんですけれども、それは当然なんですが、ただ、その手間ですとかは、創意工夫をしてですね、できることでありまして、普通に撮影することでは思いつかないことなんですよね。創意工夫をするということは、自分がこのように撮りたいという目的に対してですね、このようにあのようにして映像を安定させようですとかというふうにいろいろ考えるわけですね。その考えというのは非常に、撮影に関しては悪くないというふうに考えているんですよね。一つ例を挙げるといたしますと、どなたかが私と同じ DJI のカメラを所有していますよと。アクションカメラは夜間撮影が弱いと言われていますけれども、お互いにそのカメラを使って夜間撮影をしましょうという時にですね、普通の人はですね、手ブレ補正をオンにして撮影開始すると思うんですね。それが普通っちゃ普通ですから、じゃあ私はどうするかと言いますと、まずは手ブレ補正をオフにします。そしてジンバルを使います。そのようにして撮影された動画にジャイロフローをかけます。そのようにして撮影をされた映像というのはですね、正直そのままただただ手ブレ補正をかけて撮影した映像と比べましてかなり見やすく映像が安定して撮れるんですよね。当然ですけれども手ブレ補正もですね非常に効いておりますし、普通に撮るよりもノイズの方も少なくなっていると思います。実際にですね部屋の中で撮り比べというのをしたことがあるんですけれども、その時はですね意外とあれ結構違うぞというふうに思った印象があったんですよね。そういうことをですね実際にあれこれとしたことがない経験がない人に関しましてはやはり普通にただ手ブレ補正をオンにして録画スタートという風に撮るしかないんですよね。
手間暇はかかりますけれども、映像をきれいに安定して作りたいといった場合にはですね、そういった手間暇をかけた内容というのが結構生きてきますので、そのためですね、同じカメラで同じシチュエーションで映像を撮るときに差というのが出てくるというふうに私は考えておりますので、創意工夫をしながら手間暇をかけるというのは私は悪いことではないなというふうに思っているんですね。ただこういったようなですね日中の非常に天候のいい日などで撮影をするにはやっぱりですねGoPro ですとか DJI とか使った方が簡単なんですけどもね。奥の山にちょっと雪がまだ残ってるのが見えますね。さすが北海道。普段からガンガン使うような使い方はできませんけれども、たまにですね、こういう感じでメイン映像のカメラとして使っていこうかなというふうに思っておりますね。いやー、今日は非常に天候がいいんですよね。風も少しあって、ムシムシしないので、さあやってまいりました。ここは札幌ダムのですね、上になるんですけれども、もうちょっと行くとですね、展望台ありますので、そちらの方で止まって、ちょっと景色なんかを撮りたいなというふうに思いますね。ここでも泊まりたいんですけれどね、泊まる場所ないんですよね。超涼しいんだけど、エアコンガンガンかけてるぐらい涼しいんだけど、さあ、こちらのE4K の夜間撮影といいますか、トンネル内の撮影、こんな感じになるんですね。さあ、展望台までもう少しですね。トンネル抜けると、この気温差すごいな。もうちょっとで展望台なので、そちらでちょっと一回休憩しましょうかね。はい、展望台入り口見えてまいりました。こちらの方を左に曲がります。さあ、展望台にやってまいりました。はい、札幌湖にやってまいりました。非常に見晴らしがいいですね。そして何よりも静か。さあ、ちょっとここでですね、10分ぐらい休憩をしたいと思います。で、映像はですね、ここまでにしたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。